あなたにとって幸せとは何ですか？時は40年前の1981年7月29日、イギリス王室に新たなプリンセスが誕生しました。彼女の名前はダイアナ。可憐な外見とは裏腹に自分の意志をしっかり持ち、周囲の人たちに深い愛情を注ぐ彼女。その姿は瞬く間に世界中の人々を虜にし、ダイアナフィーバーを巻き起こしました。笑顔を振りまく彼女は、この世の全ての幸せを手に入れたように見えました。しかし、ダイアナにはたった一つだけ、どうしても手に入れられないものがあったんです。それは、夫からの愛。世界中から愛されたプリンセス、ダイアナ。その華やかな笑顔の裏には、深い孤独や苦しみの日々が。そして彼女が迎えた最後は悲劇の死でした。お酒はしっぽり飲むハイボールが好き、ケンちゃんです。みんなのプリンセス、ヤミヤミコです。本日は栄光あるね、イギリス王室の歴史の中でも大人気を誇っていたね、ダイアナ元皇太子妃について深く掘り下げたいと思います。でもね、ロイヤルファミリードロドロやんっていうのもまあね、この動画見たらね、皆さんも思うと思うんですけど、まず一体なんでね、ダイアナ元皇太子妃がね、ここまで人気があったのかっていうところからね、見ていきたいと思います。世界中が愛したプリンセス。今から40年ほど前の1981年7月29日、イギリス王室に新たなプリンセスが誕生します。彼女の名前はダイアナ。当時若干20歳でした。夫のチャールズ皇太子とは12歳もの年の差がありました。しかし、この若きプリンセスはイギリス王室に新たな風を吹き込む聡明で強い信念を持った女性だったんです。彼女の改革は結婚式の誓いの言葉から始まっていました。それまでイギリス王室に嫁ぐ花嫁は皇太子に従いますと愛を誓うのが通例。しかしダイアナはこの従うという言葉を拒否。彼女は自ら誓いの言葉を考え、夫を愛し、慰め、称え、守るという意思を述べたんです。夫と対等な関係を誓うっていうのはすごいなんか現代的な考え方って感じがするわね。いいですよね。このね、誓いの言葉っていうのは、イギリス王室のね、もう伝統になったんです。というわけでね、現在のキャサリン妃とかメーガン妃とかもね、この伝統にのっとりね、誓いの言葉を言ったそうなんですよね。結婚後間もなくダイアナは長男のウィリアム王子を出産。しかしここでもダイアナは独自の子育てを希望します。今まで王室では生まれた子供はほとんど乳母が育てていたんですが、彼女は乳母に頼らず自分の力だけで育てることを選んだんです。皇太子妃としての公務もあるんですが、そのスケジュール帳に真っ先に書き込まれるのは子供の予定。こうして母親業をできる限り優先する姿は異例中の異例でした。1984年、次男のヘンリー王子が誕生し、次世代の国を担う2人の息子たちに恵まれたダイアナ。その教育にもダイアナは伝統にとらわれない柔軟な発想を取り入れました。まず異例だったのは、2人の王子を一般の幼稚園に通わせたこと。それまでは王室内の家庭教師の下で勉強するのが慣例でしたが、もともと幼稚園の先生であったダイアナは多くの子供たちと共に学ぶ環境を与えたんです。絶対そっちの方がいい。さらには子供たちと一緒にマクドナルドを食べたり地下鉄に乗ることも。このようないわゆる普通の経験をさせることで国民の気持ちに寄り添える考え方を養おうとしていたんです。確かにマックを食べずに育つってなんか身の回りに全然そんな子いないから、これはもう知っといた方がいいわね。どういうこと？マック食べたことないって人周りいる？いるんじゃない？俺とか。毎日食べてない。毎日は食べてない。毎日。そしてね、ダイアナはね、子育てだけではなく、世界の人々のためにもその愛を注いでいったんです。ダイアナは社会的弱者と向き合い助けることを自身の役割とし、慈善活動にも情熱を注いだんです。彼女は自分の発信力を生かし、差別や偏見のない社会づくりを目指したんです。めちゃくちゃいいやつ。例えば、1991年、ダイアナはマスコミにある写真を撮らせ、世界を驚かせました。その写真とは、彼女がエイズ患者と素手で握手をする姿。当時はエイズは触るとうつるという誤解をしている人も多く、差別が社会問題となっていた時代なんです。ダイアナはそんな誤解を解くため、写真を通じ世界にメッセージを届けたんです。他にも地雷廃止運動を訴えるため、自ら地雷原を歩いたことも。これは危ねえな。行動することによって多くの人を救おうとする彼女の活動は、世界中の人々に大きな衝撃と感動を与えました。ダイアナはイギリス王室だけではなく、世界を変えたプリンセスでもあるんです。ちょっと上から目線にはなるんだけど、チャールズ皇太子すごい人見つけたわね、本当に。どこで知り合ったのっていう。もうけしからんすよ。羨ましそうね、あんた。ここからはチャールズ皇太子がなぜダイアナ妃に惹かれていったのか見ていきたいと思います。ロイヤルスピード婚。
世界中が祝福したロイヤルカップルチャールズ皇太子とダイアナ。12歳の年の差がある2人を引き合わせたのはダイアナのお姉さんでした。俺にも紹介せい。実はチャールズ皇太子は当初ダイアナのお姉さんと交際していたんです。なんでやねん。ダイアナの生まれはイギリスの名門貴族であるスペンサー家。彼女は4人兄弟の三女として生まれました。チャールズ皇太子と交際していたのは6歳上の長女である姉セーラ。彼女は王室主催のイベントでチャールズ皇太子と出会って意気投合、交際をスタートしていたんです。そしてセーラは自分の妹である16歳のダイアナをチャールズ皇太子に紹介します。チャールズ皇太子はこの時ダイアナに対して陽気で楽しい子という印象を持ったといいます。その後、姉セーラとチャールズ皇太子の関係は終わってしまうんです。しかしダイアナとチャールズ皇太子はたびたびパーティーで顔を合わせる機会がありました。そのうちチャールズ皇太子も美しいダイアナに好意を抱くようになり、2人は良き友人同士として親交を深めていくんです。皇太子と貴族姉妹ってもクラシック映画みたいな世界観になっちゃってるじゃん。そうっすよね。ここでね、2人が急接近するね、ある出来事が起こるんです。ダイアナとチャールズ皇太子が初めて出会ってから3年後の1980年、2人は友人たちとのバーベキューで顔を合わせました。しかし、チャールズ皇太子はいつもより元気がありません。実はこの少し前に彼は長年頼りにしていた大叔父を亡くし、悲しみに暮れていたんです。さらに、交際していた恋人とも破局をして、心にぽっかりと穴が開いていました。事情を知っていたダイアナはチャールズ皇太子を気にかけ声をかけます。チャールズ皇太子はぽつりぽつりと亡くなった大叔父や別れた彼女の話を始めました。ただそばにいて何も言わずに静かに彼の話を聞くダイアナ。ふと話が途切れた時、ダイアナはこんな言葉をかけました。あなたはとても孤独なんでしょうね。あなたを支える人が必要です。チャールズ皇太子はダイアナの言葉に深く心を打たれます。気づけば彼はダイアナを引き寄せ、キスをしていました。こうして2人は正式に交際を開始し、その数ヶ月後、チャールズ皇太子はダイアナにプロポーズをするんです。もちろんダイアナはこのプロポーズを喜んで受けました。しかし彼女はこの時、まだ気づいていなかったんです。婚約者チャールズ皇太子の裏側にいるある人物の存在に。シチュエーションまで完璧でさ、幸せの絶頂って時に何なのよ。何があったの？それはね、女なんです。めっちゃ貯めるじゃない。元カノの影。ダイアナはチャールズ皇太子からプロポーズを受け幸せな生活をしていました。しかし、ある人物の登場でダイアナは変わってしまうんです。その人物とはチャールズ皇太子の古くからの友人だと名乗るカミラという女性。突然ダイアナの元へ訪れたカミラはダイアナをランチに誘います。ランチの席でカミラはダイアナの婚約指輪を見たがり、2人の結婚を心から喜んでいると話しました。しかし、その後カミラは突然こんな質問を投げかけるんです。あなた、狩りはお好き？夫のチャールズ皇太子は狩りが趣味です。しかしダイアナは興味がありません。いいえと答えると、カミラは満足そうな表情を見せました。実はこのカミラ、正確にはチャールズ皇太子の友人などではなく、なんと元カノ。2人は愛し合っていたんですが、王室の条件にカミラがそぐわず結婚することができなかったんです。そのためカミラとチャールズは強い好意を持ちながらも別れることに。その後、お互いは別のパートナーを作るなどしていたんですが、2人はつかず離れずの関係を続けていたんです。先ほどカミラが狩りの質問をしたのも、チャールズ皇太子とカミラの共通の趣味が狩りだったから。そう、2人だけの時間が作れる場所にダイアナが邪魔をしに来ないかカミラは確認していたのです。嫌なやつ。ダイアナはこのおかしな質問やカミラの態度に疑念を持たずにはいられませんでした。だろうな。彼女と夫の間には友人以上のつながりがあるのではないか。それはダイアナの女の勘でした。いや、男の俺でもそう思うよ。小さな不安は日に日に大きくなり、ついに彼女は自宅であることを繰り返すようになるんです。それは過食。大量の食べ物を体の中に詰め込んでは吐き出すという過食嘔吐を繰り返すダイアナ。一心不乱に食べている時だけ不安な気持ちを忘れることができたんです。過食嘔吐を繰り返すうちに4ヶ月でウエストが13センチも細くなってしまったんです。仕立ててたね、ウェディングドレス。ぶっかぶか。まあそりゃそうよね。めちゃくちゃ辛いわね。13センチ細くなるって。だいぶよ。そしてこのダイアナ妃が陥ってしまった過食症、実はこれね、女性に多い症状なんです。聞くわね。というわけで本日のメトラキーは、過食症は摂食障害の一種。食欲のコントロールができなくなり、我を忘れて食べ過ぎてしまう症状なんです。食べた分だけ吐き出す過食嘔吐と、全く吐かずに食べ続けるケースがあります。ダイアナが発症していた過食嘔吐なんですが、吐くことに慣れてしまうと、吐けば大丈夫と思ってしまい、過食がエスカレートしてしまうこともあるんです。また、毎日何度も吐くと、胃酸が喉や歯をボロボロにしてしまうので、体にも大きなダメージを与えてしまうんです。過食してさ、本来太っちゃうとこどんどん痩せちゃうってところにめちゃくちゃ体に負担かかってるってのがわかるよね。
摂食障害は女性に起こりやすく、ストレスをうまく解消できない人、完璧主義な人、自分に自信がない人が特に発症しやすいと言われています。医師やカウンセラーとともに自分の考え方や行動を見直し、自分自身で不安をコントロールできるようにしていく治療が必要なんです。チャールズ皇太子とカミラの関係を疑っていたダイアナは結婚式直前にさらにヤバいものを見つけるんです。結婚式が近づいたある日、ダイアナは夫があるものを隠し持っていることに気がつきます。それは美しいブレスレット。アルファベットの F と G が絡み合った刻印を見て、ダイアナに再び女の勘が働いてしまうんです。以前ダイアナはチャールズ皇太子がカミラに送った花束を見たことがありました。そこにはチャールズからカミラへではなく、なぜかフレッドからグラディスへと書いてあったんです。そう、フレッドとグラディスとは2人だけのお互いの呼び名。絶対もうなんかあるやん。その頭文字である F と G が絡み合ったブレスレットは紛れもなくカミラへのプレゼントだったんです。深く動揺したダイアナは目前に迫った結婚式の中止を希望。しかし世界中に公表されてしまった2人の結婚を今更中止することなどできるはずがないんです。家族に説得され、ダイアナは不安と悲しみの中結婚式を迎えます。そうして開かれた結婚式は世界の74カ国に中継され、およそ7億5000万人に視聴されました。結婚式が行われたロンドンには60万人が集まり、新たなプリンセスの誕生を祝福。もう後戻りはできません。ダイアナは多くの国民に笑顔で感謝を伝え、チャールズ皇太子との永遠の愛を誓うんです。一応ね、チャールズ皇太子のね、擁護側のね、意見からすると、チャールズ皇太子はね、結婚してからはカミラと深い関係になるのは断ってたっていうね、そういう意見もね、関係ないわよ。2人だけの呼び名で呼び合って、そのブレスレットまで作って、その言い訳は通じないわよ。結婚後もダイアナの過食嘔吐は続き、さらに感情のコントロールもできなくなることが多くなりました。他人の前で泣いたり怒ったりと感情をあらわにするダイアナ。チャールズ皇太子はそんな彼女の言動に困惑するばかりでした。さらにダイアナは夫を自分のそばに置いておくため、公務のスケジュールにまで口を出すようになります。しかし一国の皇太子が公務をないがしろにするわけにはいきません。できる限りダイアナの希望に寄り添おうと努力するチャールズ皇太子なんですが、さすがにそれも限界に達してしまうんです。こうして夫婦の関係は2人目のヘンリー王子が生まれる頃には完全に冷え切った状態に。チャールズ皇太子はついにカミラとの交際関係を再開してしまうんです。完全に壊れてしまった夫婦は結婚から11年後の1992年に別居。1995年にはダイアナがテレビ番組でチャールズとカミラの関係、そして自身の不倫を暴露し、世の中そして王室を騒然とさせるんです。ついにはエリザベス女王から直々に離婚を促されるようになり、1996年2人は正式に離婚するんです。ダイアナには同情するんだけどさ、夫の立場からするとちょっと仕事にめちゃくちゃ干渉されすぎちゃうのは、かわいそうというか、あんまりよくは思わないわよね。しれっとは言ってるんですけれど、最後の方はね、なんとダイアナ妃もね、不倫してたんですよ。だからもう王室とかもうぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ。どっちのためにも別れて正解だとは思うんだけどさ、この後ダイアナは事故に遭っちゃうわけでしょ。しかもですね、離婚の翌年なんですよ、亡くなってんの。これってね、偶然なのか、それと疑惑だらけの事故。離婚して王室から解放されたダイアナ。35歳の彼女はエジプトの大富豪ドディ・アルファイドという新しい彼氏もでき、第二の人生を謳歌していました。ところがそんな中、世界に衝撃のニュースが飛び込んできます。ダイアナが乗った車が事故を起こしたんです。事故が起こった場所はフランスのパリ。その日ダイアナとドディは滞在していたホテルからハイヤーに乗って移動していました。そしてそのハイヤーを追うようにして走る車とバイクが、その正体はパパラッチ。ダイアナとドディを乗せたハイヤーの運転手はこのパパラッチから逃れるために猛スピードを出したんです。そしてトンネル内に入ったところでハイヤーはコントロールを失い柱に衝突。事故直後意識があったというダイアナ、パニックになりながら「ああ神様、何が起こったの?」と話したというんです。この言葉が彼女の最後でした。ダイアナは搬送先の病院で死亡したんです。世界を震撼させた衝撃の死亡事故はなぜ起こったのか。そこには驚愕の理由があったんです。パパラッチ最低すぎじゃない？ちょっと事故を起こさせるほど追い回しまくるってさ、あまりにもやりすぎよこれは。実際ね、パパラッチにね追われてね、命をね落とすね有名人の方っているんですけど、今回の事件を調べると結構不可解な点がね多かったんです。メタの皆さんはどう考えますか？捜査を進めていくと、パパラッチの追跡とは別に新たな事実が明らかに。ダイアナたちを乗せたハイヤーは専属の運転手が運転をしていたんですが、彼がなんと酒を飲んでいたことが判明。検出されたアルコールの数値はなんと規定値の3倍。しかし事故直後のホテルの防犯カメラには、この運転手がダイアナたちをスムーズに車内に誘導する姿が映し出されていました。果たして大量に酒を飲んだ人物が何の不自然さもなく業務をこなすことができるのか。そして実はこの事故、決定的な目撃者がいないんです。ダイアナが乗ったハイヤーを追跡していたパパラッチが撮影
影した写真も警察によって没収されたといいます。これらの不可解な点からダイアナがイギリス王室に暗殺されたと主張するイギリス国民も多くいるんです。その理由としては、チャールズ皇太子がカミラと再婚するにはダイアナが邪魔であったということ。ダイアナの恋人ドディがイスラム教徒だったため、彼と結婚することで王族の血縁に異教徒が入るのを恐れたためなどが挙げられているんです。しかしイギリスの裁判所はダイアナの死に陰謀はないと結論付けました。果たしてこの結論は真実なのか。イギリス王室の若きプリンセスとして活躍したダイアナ、スキャンダルだらけの人生が注目されがちなんですが、彼女が情熱を注いだ慈善活動によって多くの人が救われたこともまた事実なんです。その意思は現在息子である王子たちが引き継ぎ、より良い世界を目指し活動を続けているんです。